はい、撮影開始。いつもこの1個押す前にどれだけざわざわしながら勇気を持ってこの1クリックにて撮影開始をしているか、その心の内をボソボソと最初にお伝えさせていただきながらも、皆様YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。余計なことを最初言ったかな。でも今回はですね、前回のベートーベン動画に引き続き非常に短いスパンでうちとしては一気にねやってしまうというつもりでカメラを回しております。ベートーベンピアノソナタ第6番オーパス 10-2 ですねの第3楽章であり、終楽章、おしまいの楽章ということになります。この6番のソナタっていうのはもうたった3つの楽章しかないというね、たったっていうのかな、4つ楽章があるっていう大きなソナタをベートーベンは初期の頃にたくさん書いているので、もう1番も2番も3番も4番もかなが全部4つとも4楽章で5番6番とねこの3楽章形式が続くっていう、そのベートーベンがまだまだ20代の若い頃ですけど、作曲が少しずつ熟していくのがこのコンパクトな良さというものに、ベートーベンそういう一面があるのかなと、そのコンパクトな曲の良さ、それがさらに凝縮されているのがこの第3楽章プレストっていうね速い急速なテンポ感ではありますし、なかなかね演奏は難しいと思うんですけど、それをね頑張ってやりきった時の達成感というのは、あと聴いている時の爽快感というものがあるのではないかなと、たった4ページの急速な音楽、皆様もねどうかこちら、クラシック音楽道場と名乗ってやっておりますが、こう楽譜にねこう目の前で今書き込みをして、この主にこの曲の和声について、でもシンプルなんです。シンプルなのでどれぐらい書くことあるんだろうっていう、いや結構書くことあるんですけれど、なるほどこうやって音の意味を、感じていくと、なるほどベートーベンって面白いなっていうふうに、なるほどこうやって弾けばいいのか、この曲をね弾きたいっていう方が、弾きたいあるいは勉強しているという方がね、この動画をご覧になっていることも多いんじゃないかなと、あるいはそうじゃなくてもベートーベンのですねこの作曲のうまさ面白さというものをギュギュッとコンパクトに私もまとめていきたいと思いますって言いながらもう3分も前座喋ってる。さあじゃあ音を出していきますよ。いきますよ。大変なんです。いろいろ忙しくて。ちょっとね一気にここまで弾いてしまいましたが、なかなかね愉快痛快爽快な音楽でありますが、クラシック音楽の鍵盤楽曲としてね考えた時に左手一本でこうやって、音楽が始まって、そしてさらにですねそこで何か一つ頭によぎるはずなんです。それはすなわちもうまたつけずに言うと、これはフーガなんじゃないかなと。最初のテーマが出てきて、で右手にももう一個同じテーマがね繰り返されて弾かれるっていうことで、きっとこれだから最初の一声、一つの声と書いて一声に対して二声が出てくるね、二つ目のするとね、分かりにくいかな。最初の2世っていうのはこの9小節目で7小節目そのまんま伴
伴奏というかメロディーではないセーブに下に引き継がれるわけですね。でもう明らかにもうねフーガっていう音楽が始まったのかなというにしては、でもフーガって書いてないし、ここら辺がねベートーベンのいたずら心が、仕込まれているんじゃないかなと。そのいたずらは和声を見るとさらにわかるというのかな。和声調べていきますと、もうフラット一つのファーファファファの音が第一音、主音となる F ドゥア長調の音楽であるということはもうシンプルにそう考えていいでしょう。すると2声目というのが1234のまあ本当にシンプルイズベストです。1234小節あって次の小節、次のセーブが現れる。ここから青二クトに始まってやっぱね、はい2声目が現れて12344小節経った後の8小節から9小節にかけてソドドドソミと3つ目のセーブが現れて、こっから先はどうなるんでしょうね。ただ和声の話をしようとしてるんですよね。この風がはてなと思われる音楽の始まりは、F ドゥアであって、この2声目が現れた時、ここが問題なんです。まだですね、この2段目に入っても F ドゥアのままなんです。これ実はドファファファド、これがね1オンファファですよね。で次の小節が333っていう第3音になって555、もう何の変哲もないと言っちゃったらあれなんですけど、イコールねシンプルって言っていいのかな。もうただファラドの音しかね使ってなくて、それを連続でコンコンコンでコンコンコンでコンコンコンとでくるくるコンコンくるくる16分符でくるりんと回って降りてくるという、そうたったそれだけのテーマ。はい。なんだっけな。フーガの、っていう作曲の常識で言うと、2声目が出てくるときっていうのは、なんかですね、すでに転調して現れるのが良いというルールがあるのかな。もちろん同じ調整で2声目が現れる風がもあってもあるはあるんでしょうけれど、なんだろうな、バッハの平均率クラビア曲集っていうのが、あれがもう金字塔的な、フーガの、24曲1巻と2巻っていうのもあってね、すると合わせると48曲もねフーガがある。ここの私のこのワイプっていうんでしたか、ワイプのベートーベン先生、ここのあたりとその隣にバッハ先生もいらっしゃるわけで、このねもうバッハフーガといえばもうバッハ、もうそう言っていいんじゃないかな。じゃあベートーベンがフーガを書いたのかというと、あれ転調しないテーマか、そういうこともあるのかなと、わっととだっただららでどうなるのかな、ねだだだミミドサドミソというこの3声目が現れたときにドドド1オン3オン5オンダリラチャチャ、ここでね調整が変わってるんです。ドミソの音が手話音トニカという風になっている波長調セードゥアの音楽にどこでなっているかというと分かりやすいです。もうここに C のナチュラルが現れることで、これはセードゥア波長調の同音、
そして主音という、そういう和声的な力が当然あるわけで、このポイッとシのナチュラルが現れた瞬間に、あっという間にセドゥアに転調。あれ、いや、ここでやっと転調するんだ。じゃあその先フーガはどうなんだろうっていうハテナがね、頭、もう、まあそうやって聞く人はよっぽどね、このフーガということは大砲の音楽をよく分かっているという非常にレベルの高い音楽的な知見の持ち主の考えかもしれませんが、なんていうのかな。でもやっぱりこのクラシック音楽っていうのはね、やっぱり知性というものが深く問われる、そういう音楽で、このフーガっていうのは特にですね、小難しくいろんな作曲技法のね、難解な音楽と言われていて、だからね、バッハ以降どんどんね、そんな難解な曲はもうバッハが相当に書いちゃったので、バッハぐらい上手に書ける人ってなかなか現れないから、数は少ないですよね。ブラームスが結構上手に書くんじゃないかなって私は思ってますし、ラヴェルもクープランの墓っていう、曲集、ピアノ曲としては最後の曲集の中に2曲目にフーガって書いてますけれど、あれはギュッと凝縮された。ラヴェルのフーガも難しいんですけどね。じゃあベートーベンもフーガはね、だんだん晩年になると書いたりするんですが、これは果たしてフーガなのかどうか。でいつもさっきから言おうとして忘れちゃうのが、一応弾き方で気をつけていただきたいのは、最初の音にはおそらくどの楽譜を見てもスタッカートがないはずです。もしスタッカート書いてある楽譜があったら、それはちょっとね、使わない方がいい楽譜かもしれない。最初の音はスタッカートがなくて、青二クトの音だよっていうのが分かりやすいようにベートーベンがあえてスタッカート書かない、長めに伸ばしておいて、短いこの一発目のファの音、ここが一拍目だよっていうふうにしっかりと分かりやすいように、長い短い難しいね、ミミミミルミドラさあ4声目が現れるのかなと。要するに、1声2声だから、これも名前をつけよう。一番低い音から始まってるので、これはバスというふうに言うことができるかな。バスで始まって1個上にね、バスよりも高い声部ですね。これがソプラノなのかアルトなのっていうのは、この3声目が現れるまでわからないんですが、明らかにラッラソラソラミファサファミ降りていくわけです。で、この2声目はに対して3声目が結局一番高い。よし決定。なので3声目がソプラノであるということで SOP ちょんと書いて四角しておこうかな。ここからソプラノが現れる。その前というのはソプラノ1個下の声部でアルトと。アルトは、略語じゃないのでちょんって書く必要がないかなと。SOP ちょんっていうのはソプラノまでね、それを書くのが正式なので、それを略しているときにちょんとか、そういう書き方をするんじゃないかな。じゃあテノールが現れるのかなとか、あるいはソプラノよりもっとところが、今3段目ですね。13小ゾロロよく見ると、ここで1、2、3、ファ、4つの声部ってここでいきなり現れるんです。ここでだからいきなり4声にね、4超えてちょっと書いてみようかなに、ここでいきなり現れて、ソプラノアルトというと、アルトバスの間にテノールっていうのがいるようないないような。
なんて言ったらいいのかな。でもね、普通テノールが現れるんだったら、4声が出てくる。必ずテーマで始めなければいけないはず。ね、テノールなのか、そっか、これは。どっちだったかな。逆にしよう。この、下に降りていくな、音が。さっきから怪しいなと思ってたんだけど、ごめんなさい。ここはね、いきなりアルトが現れるのかもしれない。ソソソソソソレレドなのかな。だから失礼。冒頭のこれっていうのは右手だからアルトだと思っちゃったけど、テノールが現れてるっていう風に言えばすっきりするかな。はいはい、ちょっと今修正が入ってしまいましたが、というわけで、風雅じゃないの？なんで勝手に要請増えてんのっていう。風雅のようで風雅じゃないんだよっていうベートーベンのね、いたずら心っていうのをここら辺で、風雅の常識をね、こう、常識を逆に逆手にとって、そんな古臭い音楽じゃないんだよ、僕が書いてるのはっていう、なんかね、そういうベートーベンのユーモアっていうらしいですけれどね、ちょっとね、なんとも天の弱な音楽性というものも実はね、作曲技法として書かれているんじゃないかという、えらい小難しい話になってしまいましたか。でもね、そうやって、音楽性だと思うんです。これがこの曲の愉快で開逆的って言葉があるのかな。スケルツォっていうスケルツァンド、女高ぞっていう言葉もあるかもしれないけれど、さて、もうこれだと調整のことしか言ってないけど、いよいよもうね、もうなんか135の音しかないんですよ、これ。アフタクトだ。3と5。どうしようかな。でもななんとなくここに5度の和音、ドミナントとララソラソラララ、このドミナントトニカっていう属和音主和音っていう、緊張と会話って緩和ですねっていう和声感が少し見えるようなところはありますが、要するに1とか5しかね出てこないんです今のところ。またここら辺ちょっと違うから、でも結局転調した後もドミソの音、ドミソの音、ソシレの音、ドミソの音、もうドミナントとトニカっていうのを感じるしかないんだよな。トニカ、軽く減衰していいのか。ここで変わりますね。まあね、でも早い急速な音楽だから、まあ一応書くだけ書いとこうかな。ドミナントトニカばっかりで、ようやく何か現れた。ラドミの A メジャーっていう和音とレファラという D マイナーという音が出てくるわけですが、じゃあこれは転調なのかというとそうでもなくて、この3段目ドシドレミドミソの C メジャーという音で完全にフレーズが左手見るとね、おしまいと
おしまいの音に聞こえるわけです。これはもうハチョウチョツェドゥアのまま、でいるんだなということを見ていいんじゃないかな。ちょっと先飛んじゃいますけれど、ドミソで終わると。もうここの終わりの2段全部ハチョウチョツェドゥアというふうに書いていいかなと。はい、これで前半部分の調整改正期は終わり。F と正しかないの？それしかないんです。なので、だからなんだっけ、この3段目において、アードゥアからA メジャーかと D マイナー、これは転調なのかどうかって考えると、これはですね、そうではなくて、ハチョウチョツェドゥアの中で、の和声として考えることができるんです。その時には、ね、ドミナント、ドミマントニカしか、出てこない音楽において、初めて、ちょっとね、違う音が顔を出す。ここでですね、クラシック音楽道場としては、246和声解析法というものを持って、音楽のね、盛り上がり、抑揚、それを書き出す手法をとっております。これはハチョウチョウドから数えたら1、2、3、4、5、6番目の音がラというふうになるわけです。このラの音は第6音であるというふうに書き出して、この246の音にクレッシェンドマークを書いてみると。ランランララティララファ。この右手で考えるか、ファの音は1、2、3、4音というふうになるわけなんですね。そして左手を見ると、登ってる最中なんですけど、レとファ。ここには2の音と4の音というのがある。ついにドミナントトニカ以外の、この音が、和声が現れるわけなんですね。もうね、このクレッシェンド、この盛り上がりというこういう書き方だけでもうね、いいにしようかな。正確に言うと2度の和音であり、言うだけ言っちゃうと2度の和音で、ドシャープの入ってるこの A メジャーっていうのは2度へ向かうための5度というわけで、2度調の5度、ロンロンロロロラドミソっていう最終的にソの音が入るから属7というふうに言ってもいいのかな。2度調の5度2度っていう、その中にはね、この246の音で今までのドミソの135とは違う何かが出てきているんだなっていうことを奏者は分かっておくと、このもうずっと同じ早いので、早い曲になるととにかくね、さっきからいっぱい引き損じててごめんなさいなんですけれど、難しい忙しい頭の中で、わけが分からず先へ行くのではなくて、こうちょっとした和声の違いがを感じながら弾けたら、さらに、レベルの高い演奏となるのではないかということで、和声の勉強をしております。6の音があって2と4があってね、でいきなり現れる4つの音、4つだってもう気づくことも難しいんですけど、あれフーガじゃないの、何やってるんだこの人はと、もうなんかドミソで終わっているっていうね。ここにおしまいおしまいという左手にはね、このトニカという和音で終わる前終詞、おしまいおしまい、はい、見えてるのかな。ここの最後も前終詞ということで、こういった落ち着きというものを一応書き出していいかなと。最後が音数が多いのでね、本当にちっちゃくすることがね、かっこしよう、こんな大きく書いちゃったけど、あんまり
こんなデカデカとごめんなさい。ちょっともっとちっちゃく書けばよかった。減衰はできないかもしれない。ただ、ね、もう何度も言っちゃいますけど、アルトはね、いつの間にかもうテーマを、奏でるチャンスなく、もういつの間にか組み込まれちゃったんだなという。もうおしまいだよ、おしまいだよって、もう風画じゃないよって言ってるようなもんかな。ここのソーセレファっていう属七の和音の中に実はこれですね、1234、上のファーの音は4音なんです。4音なんです。で、レドセラソファミレド、この一気に駆け下りる、音階の始まりの音っていうのもレが第2音。で、左手にはファラレっていうのはもう全部合わせて2度の和音ってことになっちゃうんですけど、細かく見ていきましょう。1、2、3。ね、ファが第4音、でラが第6音、レが第2音と、246の音パレードでございます。2度の和音こそ、246。ね、奇数という数字なわけですね、246は。に対しての、135というこの偶数というのが、手話音、トニカという落ち着きを表している和声感だとする。それに対する、これは、ね、246の音が落ち着きに対する異質なもの、緊張感って言ってもいいのか、盛り上がりというのか、に対してのね、だからそういうのをサブドミナントっていうふうに、言ったりするわけなんですが、サブドミナント系の音246と、言っておこうかな。そのとドミナントトニカで落ち着く、トニカへ向かうためのドミナントトニカという和声の機能があると言っていいのかな。とにかくこの盛り上がりポイントというものをこうやって書き出していくのが、この曲においてね、一番とても実用和声解析演奏に役立つ、音の捉え方として、大事になってくるところだと思って勉強を今ご披露しているつもりですね。だんだんちょっとずつ動きが出てきたわけですね。左手にもね、どうしようかな。ここにもね、一応2音があるっちゃあるので、もう両手でジャンと。このレ、これだけ、レだけ感じるとか、そんなね、そこまで細かく考える必要はないけど、全体として、このスフォルツァートまでベートーベン書いてる。このね、もうわざと強い音をさせて、本当に、アルトの出番はないよ、いきなり、で、おしまい。でもさっさとね、次の音楽性へ移ってしまうというね。さっさと、もう数十秒で、この、定時部という言葉を使っていいかな。この曲はソナタ形式というふうに捉えることができると思いますが、八王朝のおしまいというのが見えて、ね、ここも同じことが言えますね。一回おしまいになった後、もう一回改めて、この前終止ですね、左手のおしまい、強いスフォルツァートの音の後からおしまいとね、これ左手もね、乱暴にじゃ何も考えずに弾くのではなくて、おしまい、軽いね。これなんかは本当に4つの音から3つの音に和音の数も減ってますしね、こういった、前終止トニカを感じてみることも大事で、
この収まりと、それから盛り上がりの4音で6音から降りていくわけですね。それも書き出してみると、4音、ね、スフォルツァートって書いてあるのと和声の4音と、フォルテって書いてある時の6音っていう、和声感を感じながら演奏することで、さらに生き生きとした演奏にきっとなるでしょう。4音5音で、はい、ここで左手にも4音で5音で1音パッとね、音楽性が変わるわけなんです。16分音符がほぼなくなるのか、8分音符ばっかりになって、これをですね、第2テーマというふうに言ってよいのかな。第2テーマ、なぜなら第2テーマという言葉を使うっていうことは、この曲はですね、ソナタ形式であるというふうに考えることができるはずなんです。先のことをね、勉強してしまいますと、この曲 1,2 ページあって3ページで4ページでおしまいなんですが、1時間に収まらないかな。いや、頑張って進めよう。するとですね、ここですね。ちょっと見えてるか。ギリギリ見えてたか。なんかね、ちょっとね、回数が多いんですけど、この第2テーマ見えないか。やっぱこうしないと無理か。ここからやはりね、出てくるわけです。同じ音が。しかもこれがファラドという F ドア、ヘ長調で現れるという、これがもう第2テーマっていうふうに名付けてしかるべき、ことになるわけなんです。第2テーマが、この曲は F ドア、ヘ長調の曲なので、戻ってきた時に第2テーマがこのね、この主張として現れるって、これぞね、第2テーマのまさにソナタ形式におけるもう典型的な、特徴で、もう言っちゃうと、もうね、このまま曲は最後のファの音で終わる。もう全部 F ドアのまま、もう転調しないよと、ね、そういうソナタ形式としての力を持ちながらあっという間に終わっていく音楽なんですけれど、というわけで第2テーマ、どこが再現部なんだろうって、これはね、ちょっとまたひねられてるところがあるので、後で考えていきたいと思いますが、とにかく今は第2テーマがもうここでソソソドドドドソドドドソラ、これが難しいんだな。ソドミソのド、このソプラノがね、ソドソソソドドっていう第一音でいちいち見えてるのかな。顔頭映っちゃうな。ちょっとした前終詞っていうのかな。もうドミソの C メジャーの和音しかないんですけど、ほんのちょっとなんかこのね、両端がどうでこうやって綺麗に終わっている感じをちょっと感じていいかなって、ここ最近考えていたところです。で、ここがこの左手の一番高い音、これ9度ってちょっとね開いてるので弾きにくいかもしれませんが、このレの音が、ね、1からドから数えた時の第2音シュルル
ね、このレっていう音を感じていいんじゃないかな。ちょっと大事に、ぶつかってますしね。でまあ一応右手にも第4音ファっていうものも一応なくもない。まあ大事なのはこの左手のおしまいと。ドソドおしまい。最後はソドで、そっか前終詞になるか。ちょっと終わりのこと言っちゃったけど、何でしたっけ？はい。だからこの左手のレッドスティンラス、この音をね、ちょっとこう強調っていうのかな。246の音としてちょっとこう書き出しておくと、クレッシェンドマークとともにね、まあ同じことの繰り返しです。右手に4音もあるっちゃあるけど、まあ少しでいいかな。はい。で、なんだっけ、いちいち書くとドソソドか。ソプラノのこの一番上の音にはこの辺りに書いた方が綺麗かな。この音ソドって上がりながらちょっと終わりになっている感じを書き出してみたいと思います。ピアノになりながらいきなりおしまいと2音、ちょっとおしまいと2音でおしまいになるよという、そういう定時部でした。定時部という言葉を使うならば、定時部が繰り返されるんですけど、その後の部分というのは展開部という、はい、言葉であり、ここから何か音楽がいろいろ展開していく、発展していく、忙しいことになっていく、転調もいっぱいしたりとかね、そういうことになっていくはずなんです。一つ定時部もう一回チャレンジさせてください。転調してトニカタを6と2と4と6、そしていきなりの第2テーマであり、もうおしまいの部分でもあるというね、第2テーマであり、こういうね、定時部のおしまいのことをこでたとも言うんですが、まあこれ書いていいか書かない方がいいのか、ちょっとね、私はなぜここで書き括弧を閉じなかったんだろう。もうね、本当に短い定時部なんです。ほぼ終わりを兼ねた第2テーマってね、あんまこういう兼ねちゃってるわけです。第2テーマであり、コデッタのこの決尾、定時部のおしまいであるという、このコンパクト凝縮っぷりがある意味ベートーベンのね、作曲のうまいところというふうにも言っていいんじゃないかな。おしまいになったらあれ、なんかいきなりね、やったったちょっとテーマと一緒、違うそうか、この後でテーマ出てくるんだ。テーマのようで、ちゃんとそういえば考えたこともなかったけど、テーマだと当たり前に思ってたけど、微妙にテーマと形違うんだ。いずれにしろ何が言えるのかな。ララセラセドラララミドドドララドミという、フラットというね、ラフラットが、和音としては根音であり、もう調整としてももうここは
いきなりの転調しているわけです。だんだんドミソの C からこうね、3度下の調ないし6度調っていう言い方もしていいのかな。まあベートーベンのね好きな転調の仕方なんですけれど、セードゥアからのアースドゥアにいきなり転調するという荒技をやってのけます。ね。で、ラッラッラっていうのは3回弾かないんですけど、ラッラッラ、14333、ね、ラシドの第3音っていう音があって、どんどん先に行くと、ミンミンミー、第5音があって、ミンミン、そうですね、ミン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 、フーガにはならないんですね。フーガのようでフーガではない。まあアスドゥアミミミソソソソソミバソシドミナントトロロ。まあフォルテピアノ非常にね勇ましいですね。勇ましいそんなこと言ってていいのかしら。ドミナントでありラパパパパトニカであり、もうアスドゥアのまあこの曲のテーマがそもそもそうなんですよね。何の変哲もない135でドミナントとトニカしか出てこない。まあそのシンプルさがね面白いところでもあると言って、それはそういうふうに理解してみませんか。でランランランみんなのこれはねテーマが現れるんですね。どんどんどんランミ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 ファミリーミンアスドゥアのまんまです。ドミナントとトニカとだんだんさあ展開部です。忙しくなってきますよ。頑張りましょう。まだアスドゥアのままでいいかな。さてこの先かミファミレドおしまいに、そしておしまいです。内声って言ったらいいのかな。ここにはねアスドゥアの落ち着きがあるんです。おしまいであり、おしまいの人とソプラノまあ、おしまいとこのソプラノが始まっているね、1音5、3音5音5ロロロね、相変わらずの1音3音5音っていう、まあもう分かりやすいからこうやって今日はねどんどん今まさかねこのテーマを書くと思ってなかったんだけど、分かりやすくていいですよね。135っていう音があって、そうおしまいであり始まりでもあるという、それを感じてみましょう。はい、ごめんなさい。おしまいであり始まる。さあ変わってきましたね。ミンミファミレ。普通ラドミこっち行くはずだったのに44小節でラドミ A マイナー、間違えた、ごめんなさい、 A ディミニッシュというねラのナチュラルが現れる。ここで風向きが変わりますね。あれどこ行くんだ。これも同じ A ディミニッシュのまんま。で行く先が47の C レファ B フラットマイナーという、ちょっと調整は何調って考える前に
今考えるしかないのか。ここでラのナチュラルが現れることで一体どこへ行くんだろう、音楽が。まあ A ディミニッシュっていうのは B フラットマイナーを目指している。これでね、これがちょっと今日すごく迷っているのが、これは転調なのか、この B フラットマイナーというのがアスドゥアにとっての2度の和音なのか、転調なのか、まだその調のままなのかって考えるのが、ここが非常に難しいんです、実は。ちょっとどっちなんだろうって考えながらしばらく聞いてていただけますか。先にコードネーム洗い出していいですか。今3段目46で B フラットからのここは新しくミのナチュラルが出てくる E ディミニッシュというふうにのが出てきて、最終的にはまあドミソシというね C7 まあドミソシの C7 の根音ドをなくしたものっていうのが E ディミニッシュというふうに言えて、これはほぼ同じ和音から出てきているというふうに言っていいと思うんですけど、ここがファラドの F マイナーという音になって、まあ左手にねスフォルザート2分音符でこうね鳴らされる。もうしつこいです。ここから先もね、右手と左手の役割がはっきり分かれる新しいフレーズと見ていいのかな。非常にここから先は分かりやすいっちゃ分かりやすいんですよ。シレファ G7 でここで C マイナードミソの和音転調したのかな。あれレファラド D7 の和音があって、そう、あは、ここでソシレのぶつけちゃった G マイナーが現れますね。 G マイナーで、その先もう一回 D7 でG マイナー、これはトタン調ゲーモールの音楽なのかなと思いきや、あれラドミソ見えないか。よいしょ、ここか A7 でありでファラの D マイナーとでもう一回A7 D マイナーと続いてこれはねとんでもない音がしてます。シレファソシレファは C のフラットはなんだっけ B フラットというふうにコードネームでは言います。シレファにソのシャープっていうのはね C から数えると12345第6音になるんです。このソシャープは6だけど普通の B フラット6でシレファソっていうソナチュラルになるのがソのさらに半音上がったソシャープになっている。シフラットソシャープっていうのは6度でありながらさらに広い6増6度という、これを増6の和音というふうに言ったりするのですが、この増6の和音っていうのはドッペルドミナントとして現れるというクラシックのこれ一番難しい和声なので今しれっと言わせていただきますけど、ソシャープがラを目指している。このラドミの A メジャーという音でちゃんと言ってるんですね。このラっていうのが第
5音っていうことになるんです。いきなりですね、和声の話になっちゃったりね、ソシャープはlike、ソシャープはラ、このラ、この第5音で、このあたりはですね、調整として、見えてくるはずなんです。ラの音で終わって半周詞をしているということは、これはもうすでに、ね、ここで出てきているこの d マイナー、レの音が第1音というふうになってるはず。ね、やっぱり和声解析はね、うちの場合は後ろの分かるところから固めていくという手法をとっております。このね、長い左手の2番プスフォルザート、2番プストルザートのこの場所を最終的にはデモールというね、二単調を目指しているということを見つけておきましょう。すると、ここにドレおしまいというソプラノの西部での全周詞っていうものが見えたり、そしておしまいというアルト西部の全周詞というものも見えてくる、ね。コードネームを出したことでこうやって調整をね導き出しやすくなっているというふうにな手順のつもりです。58小節はもうここは D モールなんじゃないかなと。その前はでもどうだったんだろう。これやっぱりいろいろ転調してきてるはずなんですよ。ここが考えなきゃいけないんだな。58の1個前2個前、そのどうやって考えればいいかな。見えてますか？ここ51からもう一回ごめんなさい。 F マイナー、おしまいからおしまいなのか。でもちょっとごめんなさい。ここですね。ここで一旦おしまいでもう一回ちょっと音程悪いな。ファシャープソとね、ここに一旦全周詞というものが見えるですが、おしまいゲーモールの葉っていう和声が、そしておしまいだけど難しいな説明するのが。ゲーモールが見えているようで、じゃあこのドシャープが現れた時、58小節のこの瞬間がデーモールへの転調なのかと、全周詞とここでいきなり転調するのか。ところがここで一つひねって考えてみたいことがあるんです。そっか。やっぱり一応これもおしまいゲーモール一回これ感じていいかな。おしまいおしまい。ところがこの G マイナーというのはこのソシレの和音ですね。ゲーモールのトニカとして全周詞をしていますが、次に行くデーモール、こっちか
から数えると123、4番目、実はこの第1音、数字でまず書いてみましょう。このソが第1音であったもの、ゲーモールト短調の第1音であったものがデーモールとして考えたときには、デーモールの1234音というね、こういう246としての盛り上がりのある緊張感のより多い和声というふうに捉えることもできるんです。で、ここで急に転調するというよりかは、要するにここのオシレの和音の最中に、ここですでに盛り上がりを考えるデーモールのヨドの和音、サブドミナントとしてここでソシレの最中にこういうふうにクレッシェンド、ソファソシ、このあたりですね、こういうのをエンハーモニック転調と言いますいきなりの転調じゃなくて、この前終止しながらもサブドミナントというふうに姿を変えるという、この手法がね、この辺りたくさん使われているので、ように私には思えて予習していたんです。今の説明でどうだったかな。だからどういうふうに弾けばいいんだ。難しい。おしまいにでおしまいだよようで4でのドミナントトニカ、ドミナントのトニカと増6、ここで線引いちゃっていいか。まあね、左手の2分音符が終わるので、おしまららね、ラでここでオクターブが終わっている。ここには半周しはてなっていうね、そういう、これも感じるといいという。5、ついにこの2分音符の役割が終わったかな。まだ2分音符続いてるか。このエンハーモニック転調ですね。はい、それを応用すると51小節目のロシア音、これをめがれるファミファレおしまいに、ここにセーモール破短調としてのおしまいが見えると。でこれがね、1のドミナントとトニカの1の和音、1の音。でもこれはいずれゲーモールの前終止、ゲーモールというふうにから考えた時には、このドの音というのはイコールゲーモールの1234音になるという、すなわちこれはゲーモールのサブドミナントというふうにエンハーモニック転調をしているというふうに見て取ることができるかなと。はい。だからドミナントトニカのようで陽動のサブドミナントに変わっていても、ドミナントいきなりトニカゲーモール、ドミナントトニカのようでエンハーモニック転調しながらのデーモールの前終おしまいで、もう増6のドッペルドミナント、一番高級な和音があってのハテナ、ドッペルドミナントでドミナントでドッペルドミナントで半終止ね、でどこ行くんだろうなと。はいはい。でまだ終わってないんです。これ調べることが、このね、できるかな、うまく。39小節から4
じゃあ41小節だ。ごめんなさい。で、これが44小節でディミニッシュになって、そうなんだよな。ハテナと難しいな。おしまいですというベモールの全終詞に聞こえるような、アスドゥアーでいうところの、まだこれはベーモールとしては全終詞するけど、正直ねこれわかんないや。アスドゥアーとしてはここは2度の和音というふうになっている。私は結局ここにねまだ緊張感を感じなくもないんだよな。ここはこのラナチュラルが現れることでベーモールへ転調しているのか、ベーモールの全終詞なのか、シレファーという2度の和音を目指しているアスドゥアーのまま考えるなら、これは2度調の5度なのかが転調なのかアスドゥアーなのか、私ここはねわからないや。やっぱりまだこれらベーモールなのかどっちなのかそれがね、ここはどう考えればいいんだ。ミソシっていうのはミのナチュラルが現れることで、 F もうねちょっと真ん中に書かせてください。これは特別 F モールのミソシドミナントで、これがトニカというふうにね F モールのドミナントだけどね、根音がない根音省略ということで属七たすきがけして根音省略のドミナントで F モールのトニカなのか。でもこの先セモールなんですよ、この先待ってるのは。でいきなりフォルツァートでこの始まるこの音というのはセモールとして考えた時には、これはやっぱサブドミナントとして強くね感じられる。これはトニカとして落ち着いたところから始まってるってやっぱ感じられないんだよな。いやこのね落ち着きがないです、このフォルツァートの音っていうのは。だからねやっぱりこう今ブツブツ喋りながら弾いてると、もうここやっぱり F モールの転調じゃなくてセモールのヨドってことにしよう。ってことはこのヨドサブドミナントを目指しているためのヨドを目指すための5度、ヨド調の5度として、ここは考えることにしようかなと。いやーちょっとグダグダな喋りで申し訳ない。ここはどっちにも取れるんです。転調のようなこのディミニッシュというね、ディミニッシュっていうこの曖昧な音で転調のような2度の和音のような
でこれ F モールへ行くのかなと思いきや、 F モールというのは4の和音であり、でセモールのようでいてサブドミナントのようで、まあ一回ここでちゃんと、ここはね綺麗に一回ゲーモールが聞こえるんです。こんなもんかな。非常にね、ちょっとここの43のあたりからは今の私にはこういう説明しかできないけど、でもね、やってることはエンハーモニック転調を使いながら一体どこの調整行くんだろうという転調に転調を重ねる、まさに展開部らしい音楽というふうになっているということにさせてください。展開部いきます。そしておしまいのようで、アスドゥアのようで、あれ変わって、そして変わっているわけだ。そしてね、デーモールだった音楽が、はい、一気に弾かせていただきましたが、タリラリラリラー、ここでやんにゃ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 ん、これがまたね、どんな本当だったらね、デーモールのはずです。しれっとここでこの深刻だった非常に複雑な単調の転調からの手のひらを返したように、ニコニコ顔のベートーベン、これもね、冗談ですかって言いたい。これは第2テーマ使ってますね。そういえば第2テーマを使っている展開部の中のですね、4小節ごとっていうふうに動くはずですけれど、まだね再現部とかは考えずにいいと思います。調整も D ドゥア2長調っていうのは、ね、この曲の主調 F ドゥアヘ長調とはだいぶ遠いですからね。というわけで、第2テーマって書いたからにはその前の、ね、37小節にも、第1テーマっていうのも展開部っていうのはいろんなテーマがね使われて、この中間部と言わずに展開部、第1テーマ第2テーマ、こういったテーマモチーフがいろいろに料理されて、激しい転調劇を見た先のしれっと手のひら返し長調の、なんだっけ、第2テーマだから、そっか、だからおしまラララレね、このファラファラって音はなんか省略されてるから逆に便利で、ここにね前終詞なんて書く場所があるんですけど、これ気をつけてくださいね。2分音符じゃなくて、これは2分音符に見えて、このなんでしょうね、あんまり昔はやってた寄付法。この楽譜はですね、今更ながらですけど、最新のこちら、映りたがらないのか大丈夫かな。最新のベーレンライター版というものを使っております。これはね、同情用に撮影用にワンセット買ってやる新しい楽譜なんですが、なのでね、もしかしたら皆様お手持ちの楽譜とはここの寄付が違うかもしれないけどね、ちゃん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 とファラファラは全部8分音符のように弾いていくという寄付法ですね。ラララレ、この第1音で、これ全部カッコするんでしたっけ。もうちょっとだけこの前終詞っぽいものを感じるのを書いていいかなと。そして第2テーマのこの第2音でね、
ツンと第2音、これをちょっと感じるっていうことが大事な場所になるんじゃないかなと。そしてはいここでねガラリと曲調が変わりますね。左手が高くなってララ、まあレファラの D メジャーの音がしてるから、ここも D ドゥアでいいかな。先に行かせていただきますと、ここはですねちょっといいよこのコードネームだけ先にね書かせていただきたいんです。まあ間細かいことはちょっと飛ばしながらも、このね一拍目のコードネームがすごく大事で、ソシレファ G7 スかになったり、ドミソの C になったり、おそらくまあ C の音に見えるようなドミソ C のもう見えないかごめんなさい。C にカッコでセブンスを書いたつもりです。ドミソ C の音のようなランプ、これは一発でねファラドミの F セブンスとねもう書くことができるんですけど、ね F セブンスの小節ごとに大まかにこういう和声で続いているかな。シレファーっていうのが B フラットという、まあソシしかないから G マイナー一応書いてようかな。このどの音がね入るとドミソ C の C7 ね、ドミソ C の C7 でフレーズっていうのかな、左手の動きが止まるってことは半終止なんです。これは半終止ってことはこれは第5音でありでね、ここから確かにファッファッファとね第一テーマが見えてくるわけなんです。なので、この第一テーマのお話をねはちょっと後にしましょう。ファド、これはもう F ドゥアヘチョウチョウ、はい、でドゥアから F ドゥアどうやって映ったんでしょうね。その転調の様子を調べていきましょう。すると第2低音までして、そしてこれっていうのはですね、そっかこれもね D のようなカッコでレファラドのD7 って言っていいのかな、ね、どの音が出てきてるので、レファラドはこれを解決させると D7 は G に解決するようで、 G7 はでまた続七のワンナズを解決させるとミソ C に行くようで、まだこれが解決したんじゃないの、またセブンスがついて C7 を解決させるとファラドという F に行くようでいて F7 になる。まあもうねゼクエンツって言わせてください。失礼。こう同じような音形を繰り返しながら
次の和音に解決すると思いきやまた次の、属七になってる。で、目指す先はそうドミソシなんていうこういうのがもう確実にもう F ドゥアの属七になってるんです。だからどうしたらいいかな。ミのナチュラルか。このミナチュラルっていうのがF ドゥアの同音ということになるので、まあせっかくだから見つけたからにはここに F ドゥア書いてみましょう。ミのナチュラルで明らかにここで F ドゥアになってる。するとこのソシってここで、音がね安定していくわけですよね。安定ずっと同じ。F ドゥアとして考えるとこれはねソが第2音で、C が4音になる。これは2音と4音ということに一応なるのかなと。ゼクエンツデドゥアからこの属七のまあねなんていうんだっけ、5度下っていうふうにね、今の分かりました。こういうの5度の滝っていう名前もつけるよ。これは日本でまだそんな浸透してないゼクエンツの一つの種類で、とてもね有名っていうのかな、ドイツではね有名な5度の滝という、まあね5度下の長へとね属七から5度下、そこからまた5度下、そこから5度下。でもなちょっと5度の滝典型的なとも言えないかな。これは全部属七だからこれやめた。5度の滝っていうのは分かんなくなっちゃった。この今の木枯らしじゃなかった。なんで枯れ葉だった。間違えた。の和声進行。ソファミレドドシラソファファミレドシシラソファミレドシララソファミレドシラソという途中で属七じゃない音が出てきてこそ5度の滝なんだよな。だからこの場合はレドシラソソファミレドドシラソファファミレドシで全部属七だから、まあそういう動きをしているわけだ。5度の滝じゃないってことも今すいません喋りながら結論が私の中で出たかな。2音とそしてどこ行くのかな、属七と属七、そしてまでついに4音だよ。どうしようかな。このクレッシェンドを感じるためにソの音っていうのが第2音なんだな。2音で5音で2音で、このフォルテってわざわざ書いてある。ここもねあえてもう一回2音とあとシーとその右手のこれをもう一回感じてみるといいな。ライミオの2音でこの行き着いたとこのこれも
ドミソシの続七の和音ですが、このシの音は第4音ということで、ここも一つしっかりと感じてみましょう。2と4で2と4で4。はいはい。これがね、というわけで第1テーマが戻ってきて、ただ左手でね、第1テーマ。これでね、再現部って言っていいのも右手には、はい、おしまいというね、こういうフレーズ終わりも見えます。左手っていうのは3連符もくっついてのテーマが現れてるよ。おしまいかな、おしまいと。ラシラスおしまい。全終止。ファドファファドおしまい。ファドおしまい。そうだな、両手ファファファソラ。やっぱ両手ともおしまいを感じていいかな、これ。F ドゥは。なぜ私は再現部と書かないか。なんででしょうね。あれ？おしまい。なんと今見えないか、ごめんなさい。ここファのシャープが出てくるってことは、これはゲーモールト単調の全終止。なんと、あら、転調しちゃった。なんですよ。前はF ドゥアだった音がここですね。この瞬間におしまい、おしまい、右手に全終止、ゲーモールへの転調というふうになるわけです。これでここがなんか再現部っぽくないところでも、もうこっから先はどうしたらいいかな。弾いちゃうといいかな。再現部かな。ごめんなさい。転調しちゃったよ。あれ？おしまい。転調しちゃった。あれ？なんかなんかな、この先ピアノって書いてあるここか。ここなんてシレファーっていう B フラットマイナーという、だから書いちゃいますけれど、ここはベモールという調整にになっちゃってるんですね。はい。再現部じゃないの？転調するの？あれ？どんどん転調するのってまだ再現部普通しないんですよ。第一テーマが出てきた。まあ普通はフーガだから転調するのは当然のような。でも冒頭でこんな転調しなかったんですよね。まだね、転調を繰り返すんです、ここは。なので再現部のような展開部の続きだか私にはわからない。はい、それが言いたいために今長い時間かけて引っ張っていたつもりです。今日こういう書き方しましたよね。確かなんか
コンパクトな曲ですけれど、この再現部だか展開部だかこういうのを合わせ持つっていうのかな。この定時部のおしまいで第2テーマとこのコデッタっていうこのおしまいの部分を兼ね備えている、合わせ持つということがあったわけなんですけれど、まさかだけどこの再現部と思われるところにおいては再現部のようでいてまだ展開部なのか、ベートーベンのこの微妙な作曲の重ね合わせ、そういったものが見えてきたというふうに言ってみていかがでしょうか。シンプルに見えてギュッと凝縮させるからこそね、こういう不思議なことが起こっているみたいです。ごめんなさい。おしまい。ゲーモールとして考えたときに、ここのミフラットって音が1、2、3、4、5、6。これがね、6音っていう風にならなきゃいかんのだな。っていう風にちょっと感じてみる。そしてね、ミフラットとね、このドシャープっていうのは例によって今日2回目出てくる、これ増6なんです。増6度という音程を感じることも、増6の音を使いながらの転調でドミナント、ね、ドミナントとトニカというふうに、なんか和声も一応書いてみるけど、このテーマの始まりの音っていうのはこれはですね、おしまいと考えなくていいと思います。もういきなりテーマの始まり、転調してこれはおしまい。ちょっと集中力がまずいな。頑張れ。これも結局行き着く先というのはベードゥアセセセセセファレレレセファね、135っていうこの音でしたよね。1の音、3の音、5、1の手で3の音で5の音になってる。ファッファドラララ1とね、はい、5の音になってる。1、ね、ゲーモールのもちろん1の音で3の音で、これテーマだよっていうことを分かるために4小節経った後の1の音で3の音で5の音、135という、こういうふうに言っていいかな。なんかできなくなっちゃった。転調してそこでベードゥアへの転調でしたね。ベードゥアへ転調しながらすると、このソフラットという音は第6音、ちょっと低い第6音だけど、ベードゥアとしての低い第6音であり、ここに増6の和音まであって、ドミナントトニカ、おしまいという、ここが前終詞を右手はしていて左手はテーマが、まだ続いてるかな。なのでね、ぜひこれ大事に弾くことがいいんだな。増
しょう。転調しておわいね。レフラット、このたった一つのこの音で単調へと、転調してしまう。なんか単調の曲が長調になるっていうピカルディ終止っていうことはね言えるんですけれど、そういう言葉はあるんですけど、長調だったものが単調になるっていう逆ピカルディ終止なんて言葉は私が今思いついた言葉なんですけど、変なんですよこれは。俺長調陽気だったのにいきなりプシュッとこれが1音1音3音、まあテーマがと単調のね逆変な転調するんです。さあもう再現文なんだか展開文の続きなんだか同じこと言っちゃうけど、なんかまだまだ一筋縄ではいかない、どこへ行くんだこの音楽はというね、その謎めかしい雰囲気というものがこう調整を見ながら、もう再現部って簡単にもう落ち着いて聴けないんです。しかも単調にまでなっちゃって、何でしたっけ、1音2、3音で5音ファー、これが5音になるという、テーマでしたよね。オッケーオッケー。ちょっとずつですけど、コードネームをまた書かせてください。B フラットマイナー。これも同じだけど、これがね、この114小節、これすごく大事。G フラットメジャーっていう音と、このフォルテになってるか。115小節はミソシ E ディミニッシュという音になって、もうねこの F マイナー F モールでまだまだこれも全部書くしかないわ。ドミソシの C7 ス F マイナー、なんか F モールヘ単調に落ち着いているように見えるかな。でもここでさあ考えなきゃ。ファラドミの F マイナーからの F7 スファラドミやっぱりね F7 スは C レファーの B フラットマイナーを目指している。これはなんだっけね、フォルティシモの大丈夫か、ドネファラドミね、F7 ス、また F7 スから B フラットマイナー。でもじゃあベーモールのこれがトニカなのかとすると、フォルティシモのトニカってちょっとね考えものなんです。これがまた出たな。これがレフラットとシで、やっぱりこれも増6の音が使われているんです。増6、シのナチュラルっていうのはドという第5音を目指している。増6の和音っていうのはドッペルドミナントとして使われるものなんです。この当時はベートーベンの時。すると C ドの音っていうのが第5音ということがね
増録の和音から実は決定的に調整が分かったりもするものなんです。ちょっと、するとこれっていうのが第5音で、難しいなこのファの音がね、このドが第5音だとすると54321、ファの音というのが第1音というふうになっているのが、わかる。いずれこのファの音が主音というふうになっていくわけなんです。そうなんだな、ここがだから、ファラドっていうファラしか音はないけど、F ドゥアのトニカ大丈夫かな。増録の和音からトニカもうそのままここでまたねベードゥアにシレファーの和音に B フラットに転調していると考えるのではなくて、F ドゥアにとってのこれは第4の和音、シレファはサブドミナントというふうに捉えると、そのまま S ソワマラロ5の和音がドミナントで、ソラロなんだっけ、ララロシマイララおしまいララおしまい、これいいかな、このドシラソおしまい、ここでトニカっていう SDT 綺麗な F ドゥアの、もうねこの曲は F ドゥアので始まった曲ですよね。もう一息だ、もうすぐ終わります。まさか1時間以内で終えられると思いきや全然2時間はかからないで終わるぞ。結局逆算で考える。徐々にねこのファが主音というそこへ落ち着こうとしてるんです。このベーモール全然違うところから始まっているわけなんですけれど、ですね、どう言ったらいいかな、どっから攻めていこうかな。もうねこのミのナチュラルここにね F、 このファが主音、ファという音に1って書いちゃおうかな。このファの音が第1音、このミのナチュラルがあるこの時点で、ミナチュラルはファの同音だから、だけどこれは単調ですよね。115のあたりには F モール単調というふうにね書いていいと思います。でその前が今このファラドとシレファ、これ今111小節っていうのはドミナントとトニカって考えていいかな、大丈夫かな。よしシドレミファソのフラットというのが、これが第6音というふうになるんだな。だけどその先は F マイナー、じゃあF モールを目指している。フォルテっていうふうにわざわざ書いてある。このねクレッシェンドと見えないか、クレッシェンドとフォルテというのが、これがまたミソで
F モールとして考えた時に、このソフラットっていうのは主音の半音上という、これまた高級な和声で、F モールにとってこのソのフラットというのはナポリというね、こういう、解釈ができるんです。6の和音であってナポリであって、いよいよですね、やっぱりエンハーモニック転調をベートーベンもう巧みに使っているのかなと。ベーモールからのですね、これ別のこと考えてたんだよな。ここが難しいんだな。ドミナントとトニカになっているけど、だけどここで音形が微妙に変わってるんだよな。テーマを離れてこりょうめ降りていきながら、いやうまくいくかなこれ。一つね書かせてください。ドミナントトニカを繰り返すことがねちょっと退屈に感じる。するとこのいずれ F モールを目指すことが分かっているし、クレッシェンドをするということは、これはですね、すでに F モールのファソラシドヨドの和音4サブドミナントであるというふうに考えてみることもできる、いいんじゃないかなっていうふうに考えていたんです。ドミナントトニカに見えるけど、2回目というのはもうこれは F モールにとっては行く先がサブドミナントを目指す。ヨド調のきれい、頑張れ、もうちょっとだ。ヨド調の5度からのヨドとしてトニカのようだけど、もうここではクレッシェンドしながら、ここは F モールのサブドミナントってもう感じておいて、そしたらもうこの音っていうのはすでにもうここで F モールだというふうに決めたのであれば、これはもうこれ消していいのかな。当然これはでもどっちもありえるな。消す必要なかったかな。同じドミナントトニカのようでいて、もうここで F モールのヨド調の5度サブドミナントとね、同じ F7 からの B フラット C レファー、同じ和声を使っているのに片方は1回目はドミナントトニカという落ち着きなのか、でもベートーベンがクレッシェンドしろって書いてる。だからこれで私はさっきから行ったり来たり迷わされるわけですけれどね、この差をぜひ考えてください。ドミナントトニカなのか、いやでも行く先がヨドになった時には、この場合はやっぱりクレッシェンド、盛り上がっていく。どこ行くんだろう、ナポリにも見える。結局ミのナチュラルが現れることで、いやもうこれは決定的にもう F モールなんだなということが
だんだん聞こえるのかなと。でまた転調するのかと思いきや F7 からシレファというのはヨドの和音サブドミナントであるということがもう分かってきてるわけです。するとシレファに行く前の F7 っていうのはこれはやはりヨド調の5度であると。ヨド調の5度からサブドミナントを目指してこの場合はねヨドここでやりましたね。ドミナントトニカじゃなくてヨド調の5度ヨドサブドミナントっていうのは大きくなる。ヨド調の5度ヨドでもう一回ヨド調の5度からのほらついつまがバッチリあるわけです。きた。これはベーモールのトニカではなくてやはりフォルティシモっていうのはベートーベンはここをF モールなのかこの辺りはF モールのヨドの和音としてでね F モールのヨド調のことヨド調のことヨドと増録の和音として、感じていたという設計していたというふうに考えるのはいかがでしょう。結局コンパクトで済むかなと思いきや全然2時間近くかかってるのはやっぱ一筋縄ではいかない。エンハーモニック転調をたくさん使いながらのでもサブドミナントへの盛り上がりヨド調のごとサブドミナントというのが確実に設計されているのがこの今フォルティシモで今もうはっきりと私は分かった気がする。クレッシェンドを義務的にするだけじゃなくてクレッシェンドはなぜかといったらヨド調の5度がある。もうここはもう F モールを遠いけど感じてもうやっぱり F モールだったんだとヨド調の5度ヨド調の5度というねそれを感じながらベモでよもうここではナポリだったりヨド調の5度ヨド調の5度というふうに感じながらその盛り上がりポイントを抑えて演奏していくのでいかがでしょう。最後にこのねスフォルツァートの音12345このね左手に第6音大きく書きすぎちゃってごめんなさいやめたこの一瞬で6を感じるからちょっと力が入りすぎちゃった6こんなもんでいいやこの場合は1234ここに右手の4のこのセシの音を一つ感じてみるといいかな。まだね F モールのままなんです多分。ねこのままそれ F モール何でこんな音がしたら熱情その他が始まってしまうのかっていういやそういう曲にはしたくなかった。この曲はいろいろ暴れ回っているようだけれどまあハッピーというかもうニコニコご機嫌ですね。もう最高のご機嫌でいながらもね怖い顔するんですベートーベンって。ちょこちょこと小難しい和声転調を使いながらこの曲すごく凝縮されてできてると思いません？まあここのねこの瞬間です。122でここでまあ F ドゥアっていう長調になったということを感じるのでいいんじゃないかな。F モールヨド調のことヨド調のことで長調可能
とは第2テーマ。もうちょっと、もう終わり。ここね、ベーレンライター版だと、本当に面白いのは、カッコされてるんです、これ。ピアノってベートーベン、これ実質が残ってるかどうか私調べてないや。どうだったかな。でも、例えば、こういう古い編例とかだとどうなってるだろう。ちょっと、素晴らしい。やっぱ古い編例でもよく見ると、カッコピアノなんです。なので、この曲は、だからもう第2テーマでおしまいなので、やはりね、先ほどのこの場所、再現部だか展開部だかよくわかんないけど、やっぱり再現部だったんです。でもどっちなんだろうと思わせながらも、第2テーマ F ドゥアでこの曲はおしまいへ向かいます。だから何が言いたいんだっけ。もうね、おしまいなんです。ゆえにここでもう一回ピアノっていう音量に落とす必要はないという解釈がありえます。ベートーベンの楽譜ってよく見ると、こう定時部ではね、ここはもう絶対ピアノなんです。ピア。ね、パッとね、もうなんかいたずらにいたずら、風雅じゃないよっていういたずらを仕掛けながら、シュッといきなり神妙な顔になってみたりして、この1回目はね、ピアノなんですよ。ところが2回目っていうのはもうその後もういろいろああだこうだいろいろ動き回ったあれとだから、ここでわざわざ小さくするっていうのはなくてもね、いい。こういう差をベートーベンは実は、書いてると思います。私はそういう解釈をすることがよくあります。テンペストっていうその他の一楽章の1回目とね2回目定時部においてどっちだったか忘れちゃったけど、定時部はカッコピアノなんだ。定時部は大きいままで、一楽章って暗い音楽なので、嵐なので、でも嵐がだんだん収まってきて、定時部じゃない再現部の方では、いやいや嵐は実は徐々に遠く収まるピアノになる。1回目が大きくて2回目が小さいっていう、そういう差を作る。この曲の場合は1回目がピアノだけど2回目はもうねピアノではなくて、もう落とすのではない。私この解釈がすごく理にかなってると思います。全体の物語として考えたときに、割とここでね、初めて、ここは141で初めて第2テーマと違うがちょっと外れるのかな。ゆえにここで、おしまい、ここはわざわざ8分音符1個で別で書かれていて、その後なんていうのかな、この棒で3つセットになっている。わざわざね、今まで4つセットで書かれていたのが、この音だけは別のきっと前終詞っていうおしまいで、こっから先が別フレーズなんだよっていうことを、これ微妙に書き表してるんじゃないかなと私は考えました。なのでね、こっから先がいよいよこの曲の終結部、たった1段しかないですけれどね、こうだっていうふうに言うことができるんじゃないかなと。で、4小節ずつ動いていくのかな。先にバッと書いちゃうと、で第2テーマで私が何書くっていうと、ちょっとおしまい、前終詞ちょっとおしまいを書いて、ソファミレド、この第2音を感じて、
なのか。おしまい。ここにも微妙に、ここはね、だからそういう意味では、おしまい。こう、8分音符1個でね、こう別に書かれていると、この場合はパッとオクターブ上がるので、当然こう書き分けるしかないんですけど、こういう時には確実に全終止。この場合はわかります。この音だけが1個別になってないので、一瞬で通り過ぎるちょっと全終止をやっぱり書いていいんじゃないかな。もうちっちゃくて見えないですか、ごめんなさい。でもさっき今日最初からやってたのと同じことをいちいち書いてるだけです。このね、こういうおしまいの音と、あとこの横でつながっているかっこ全終止とちゃんとした全終止、この差も、感じて、微妙なものですが感じてみるのはいかがでしょうか。で2音であと右手だけおしまいになって同じです。もうね、新しいことはほぼないって言っていいかな。かっこ全終止。もうこうなったら全部書きたい。かっこ全首で2音があってのかっこ全終止。ここははい。ちょっとそのまま何も先進んじゃおう。かっこ全終止で2音を大事に。全部からの2音。ちょっとおしまいで2音。しまい。おしまい。さあ、2小節ずつに動いてるかな。どんどんレミおしまい。これもね、1個だけ別に書かれているから、ドドレミおしまい。おしまい。これを感じていいんじゃないかな。で、なんだか。こんなもんでいいのかな。おしまいで繰り返したりもするのですが、ここまでとさせていただきます。2時間かかっちゃった。おかしいな。1時間で終わるつもりだったのに、ベートーベンってどうしてこう時間かかっちゃうんだろう。2時間になる前にカメラを止めさせていただきます。ちょっとね、今日はどうだったかな。いろいろ重複して喋っちゃってるかもしれませんけれど、どうだったかな。ちょっと調子悪かったかな。でもな、頑張って撮ったからな。これを残しておきましょう。お聞き苦しい点多々あったかもしれません。本当にだんだん指の動きも途中悪くなりましたね。ひどいもんだ。でも難しいので、もうベートーベンの難しさですよ。音階でわーっと弾いて迫力いっぱいのね、すごい迫力あるんです、この曲はね。しかもそれをただの迫力だけじゃない、和声をこれで全て理解して、途中でエンハーモニック店長の微妙なところもありましたが、それも含めて、はい、これを練習してる人頑張ってください。頑張って、そして音の表情をよく感じながら、どうぞ最高のパフォーマンスを。音大生の方だったらもうこれでね、試験の高得点取って大成功を期待しております。なんかお役に立てたらコメント欄で何か
報告くださいませ。はい。以上となります。他の動画もどうぞ皆様、これに懲りずに、見てってあげてください。頑張っていきます。悲壮そなたが刻一刻と近づいてきました。恐ろしいことです。では、これにてご視聴ありがとうございました。3、2、1。